こんにちは。今回はかわいいパフコードの編み方を紹介します。このコードは鎖編みと玉編みで編んでいます。今回はアクリルの波太の糸を7号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。ここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをします。この輪の中にコードを編んでいきます。ここから鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んだら、次は輪の中に玉編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。これが未完成な中長編みです。未完成な中長編みを全部で5目編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き抜きます。糸を長めに引き出してください。かけた糸を指で押さえながら輪の中に針を入れると入れやすいです。糸もかけやすいです。これで3目の未完成な中長編みです。あと2回未完成な中長編みを編みます。4目編みました。もう1回です。指で糸を押さえて、糸を長めに引き出します。これで5目の未完成な中長編みができました。次は一度にすべての糸を引き抜きます。根元を押さえて糸をかけて針先を下に向けながらすべての糸を引き抜いて中長編み5目の玉編みです。糸をかけて引き出して糸を少し絞ってください。これで中長編み5目の玉編みができました。次は鎖編みを編みます。ここから鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んだら編み地を裏返します。次は最初に編んだ鎖編み3目のところに未完成な中長編みを5目編みます。この鎖編み3目のところに未完成な中長編みを5回編みます。糸を長めに同じぐらいの長さに揃えてください。
指で糸を押さえながら長めに糸を引き出します。あと2回未完成な中長編みを編みます。5目の未完成な中長編みができました。根元をしっかり押さえてから糸をかけて一度に引き抜きます。そしてここで鎖編み1目を編んで糸を少し絞ってください。これが今回のコードの模様になります。次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次からは同じ編み方を繰り返します。鎖編み3目のところに未完成な中長編みを5目編みます。糸は長めに引き出してください。同じところに未完成な中長編みを5回編みます。5目の中長編みができました。これを一度に引き抜きます。根元をしっかり押さえて糸をかけて引き抜いて鎖編み1目を編んで玉編みができました。この編み方を繰り返していきます。ふんわりとしたパフの玉編みを編んでいきます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し前に編んだ鎖編み3目のところに未完成な中長編み5目を編んでふんわりとしたパフコードの編み方をしています。鎖編み3目のところに未完成な中長編みを5回編みます。この未完成な中長編みをきれいに揃えると模様がふんわりとかわいいパフコードになります。長さを同じ長さにするようにしっかり糸を引き出してください。未完成な中長編み5目を一度に引き抜いて鎖編み1目を編みます。このような感じのコードになってきます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返しまた次の未完成な中長編みを5回編んでこれを繰り返してコードを編んでいきます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。